先輩ジャパニーズカフェへようこそ、猫先輩です。どうも、ゴリです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはね、オノマトペ。オノマトペ。ふわふわとか、バタバタとか、あれですよね。そうそう、日本語ってこれがびっくりするほど多いの。確かに。教科書には載ってないのに、みんな普通に使ってる。前回は外で人に声をかける時の話だったね。やりました。ちょっと勇気がいるやつ。今日はその真逆。気持ちを音でポンと出す回。ポンで出るなら楽でいいな。堀くん、オノマトペって何が難しいと思う？似たやつが多すぎる。ふわふわと、ふんわり。何が違うの？出た王道の悩み。あと、辞書を引いても、いまいちピンとこない。それね、意味を覚えるより感覚をつかむ方が早いの。感覚か。理屈で覚えたい派なんだけどな。でもね、オノマトペが使えると、日本語がぐっと自然に聞こえるの。確かに、ネイティブは会話の中でさらっと挟んできますよね。そう、だから聞き取れないと置いていかれた気分になる。わかります。意味は知ってても、急に出ると固まる。大丈夫。今日は体で覚えるから。ほら、立って立って。え、動くんですか？動くよ。オノマトペは口で言うより動いた方が腑に落ちる。腑に落ちる。ね。じゃあ、やってみますか。まず大前提から。オノマトペには2つの種類があるの。二つ。ほう。擬音語と擬態語。ここ、今日の土台ね。擬音語と擬態語。漢字だけ見ると、もう眠い。音をそのまま真似たのが擬音語。例えば、犬がワンワン。ワンワンは確かに耳に聞こえる音だ。そう。雨のザーザー。ドアのバタン。これも擬音語。じゃあ、ふわふわは音はしないですよね。鋭い。それが擬態語。音じゃなくて様子や気持ちを音っぽく表す。音がしないのに、音で言う。不思議だ。でしょ？そこが日本語の面白いとこ。ふわふわは雲とか髪とか頭の中とか。頭がふわふわは、ちょっと心配だけどね。じゃあ天気でいこうか。雨の降り方、何種類言える？ザーザー。あと、ポツポツ。いいね。ザーザーは土砂降り。ポツポツは降り始め。強さでもう言葉が変わるのか。そうなの。そう。しとしとは、静かに長く降る雨。梅雨っぽいやつ。しとしと。なんか気分まで湿ってくる。その感覚大正解。音に湿度が乗ってるの。音に湿度。詩人みたいな言い方しますね。でもこれ覚えると天気の話が一気に上手くなる。次は食べ物がいいな。お腹空いてきた。食感のオノマトペ、宝の山だよ。ふわふわのパン、サクサクのクッキー。これはわかる。もちもちのお餅、パリパリの海苔、とろとろの卵。聞いてるだけでお腹がグーグーいってきた。正直。そのグーグーも擬音語ね。実際になってる音。じゃあペコペコは？お腹ペコペコ。それは擬態語。空腹の状態を表してる。音はしてない。同じお腹でもグーグーとペコペコで違うのか。そこに気づけたらもう半分マスターしたようなもの。次、笑い方言ってみよう。ニコニコ、どんな笑い？ニコニコは優しい笑顔。こう、機嫌のいい感じ。正解。じゃあニヤニヤは？ニヤニヤ。なんか悪いこと考えてそう。そう、ニヤニヤは含みのある笑い。ちょっと意地悪。一文字違うだけで性格が変わる。怖いな。あとは、ゲラゲラは大笑い。クスクスはこっそり笑う。ゲラゲラは声が大きい。クスクスは小さい。音量でわかる。そうそう。その通り。だんだん耳が育ってきてる。歩き方にもあるって、本当ですか？あるよ。テクテクは軽く元気に歩く。テクテク。じゃあ、トボトボは？トボトボは元気なく肩を落として歩く感じ。うわ、急に切なくなった。さっきと真逆。そうそう。気分が歩幅に出るの。うろうろは目的なく行ったり来たり。うろうろ。あ、道に迷った時の僕だ。あるある。想像できる。ふらふらは足元が頼りない感じ。ふらふら。これは寝不足の朝にやりがち。体調の話出たついでに。疲れたってどういう？ヘトヘト。もう、ヘトヘトです。完璧。ヘトヘトは体力ゼロ。ぐったりも近い。
ぐったりはもう動けないやつ。そう。で、目が回るのは、クラクラ。クラクラ。立ちくらみのあの感じ。イメージバッチリ。体調系は自分の感覚と結びつけると忘れない。自分ごとにすると覚えるの早いってことか。じゃあ逆によく寝たときは？ぐっすり。昨日はぐっすり眠れました。いいね。ぐっすりは深い眠り。じゃあうとうとは？うとうとは電車で寝ちゃうやつ。半分寝てる。わかる。そうそう。意識がこっくりこっくりしてる状態。ぐっすりとうとうとは深さが違うんですね。同じ眠りでも音で段階が見える。便利でしょ？感情系はどうですか？緊張した時とか。ドキドキ。心臓が速くなるあれ。ドキドキはいい意味でも悪い意味でも使う？両方、告白の前も、面接の前もドキドキ。じゃあワクワクは楽しみな方ですよね。正解。ワクワクは期待でウキウキ。そわそわは落ち着かない。そわそわ。試験の結果待ちの僕。まさにこれ。で、結果が悪いとイライラ。感情全部音になる。性格を表すのもあるよ。のんびり屋さんとか。のんびりはゆっくりで焦らない人。そう。逆にテキパキは無駄なくさっさと動く。テキパキ。仕事ができる人の音だ。で、ダラダラはその正反対。だらだら。休みの日の僕の専門分野です。正直でよろしい。音だけで人柄まで見えるでしょ？痛みにもあるって聞きました。病院で便利だとか。そう、これは実用的。ズキズキは脈打つような痛み。ズキズキ。頭痛の時のあれだ。チクチクは針で刺すような小さい痛み。チクチク。セーターが肌に当たる時のやつ。そうそう。そう、それも。キリキリは胃が痛むとき。鋭くて続く。病院でこの3つ言い分けられたらかなり助かる。でしょ？お医者さんにもぐっと伝わりやすくなる。見た目もいっぱいあるよ。ピカピカの床。ピカピカは新品とか磨いた後の光ですよね。そう。キラキラは星とか宝石。細かく光る感じ。ピカピカとキラキラ。光り方が違うのか。そうなの。で、ギラギラは強すぎる光。夏の太陽とか。キラキラがギラギラになると急に暑苦しい。ほんとそれ。6点一つで印象が一転する。これ、日本語あるある。触った感じのもありますか？山ほど。ツルツルは滑らかで抵抗がない。ツルツル。氷とかゆで卵の表面。逆がザラザラ。砂とか紙やすり。ツルツルとザラザラ。指でもう想像できる。その調子。それそれ。オノマトペは五感をギュッと言葉に詰めてるの。五感を詰める。か。なんかかっこいい言い方。擬音語の王様。言っとく？動物の鳴き声。犬はワンワン。猫はニャー。そう。じゃあ、鳥は？コケコッコー。これは自信ある。面白いのが国で全然違うの。英語だと犬はバウワウ。同じ犬なのに。耳が同じでも聞き取り方が文化で変わるの。じゃあ、日本のオノマトペを覚えるのは耳の引っ越しか。うまい。まさにそれ。耳の引っ越し。物の音もいっぱいありますよね。ドアを強く閉めるとバタン。そっと閉めるとパタン。バタンとパタン。濁点で力が変わる。そう。ノックはトントン。せかすときはドンドン。どんどんはちょっと怖い。でしょ？同じ動作でも音で気持ちまで伝わる。強さと気持ちがセットになってるのか。自然の音もいい。川はサラサラ。サラサラは軽くて気持ちいい流れ。そうそう。水たまりを歩くとバシャバシャ。お風呂はザブザブ。水の量で音が重くなる。風もね、そよそよは優しい風。ゴーゴーは嵐。そよそよからゴーゴーへ。天気予報が読めそう。自然のオノマトペは情景がパッと浮かぶでしょ？驚いた時のってありますか？ドキッ。心臓が一回跳ねる感じ。さっきのドキドキと似てる。そう、親戚。ドキドキは続く。ドキは一瞬。
形が教えてくれる。ハットはハットは急に気づく感じ。あ、忘れてたみたいな。ギクーは悪いことがバレそうな時ですよね。完璧。心の動きまで音でこんなに細かく出せる。話し方にもあるよ。ペラペラは外国語が上手。ペラペラ。いつかそう言われたい。なるよう続けてれば。逆に、ボソボソは小さくて聞き取りにくい。ボソボソ。緊張すると僕、これになる。目指すはハキハキ。明るくはっきり話す感じ。ボソボソからハキハキへ。面接で使えそう。で、文句を言うときは、のつぶつ。一人でブツブツ。ブツブツ。これも態度が見えますね。部屋の状態とかも言えますか？見える。散らかってると、ぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ。休み明けの僕の机だ。バラバラはまとまってない。散らばってる感じ。意見がバラバラとかも言いますよね。そう、物にも心にも使える。逆は、きちんと、ちゃんと。きちんととちゃんと。これ何が違うんですか？きちんとは、きれいに整った感じ。ちゃんとは、漏れなく、きっちり。ニュアンス、紙一重ですね。そう。でもその紙一重をネイティブは無意識に使い分けてる。音の量もいこうか。人が多くてうるさいとガヤガヤ。ガヤガヤ。お祭りとか居酒屋。ワイワイは楽しそうに賑やか。ガヤガヤはうるさい。ワイワイは楽しい。差はそこか。そう、感情の色が違う。で、誰もいないと、シーン。シーン。これ音がしてないのに音で言うやつ。そう、静けさを音で表す。日本語って本当に面白い。サクサクの仲間ももっと知りたいです。いいよ。サクサクは軽い歯ごたえ。クッキー、天ぷら。カリカリはカリカリはもっと硬くて強い音。揚げ物の焦げ目とか。サクサク、カリカリ。硬さで音が上がる。そう、シャキシャキは新鮮な野菜。レタスとか。シャキシャキ。聞くだけで新鮮そう。逆にネバネバは納豆とかとろろ。糸を引く感じ。ネバネバ。これは好き嫌いが分かれそう。食感の言葉が増えると感想がぐっと豊かになる。季節の暑い寒いも言えますか？もちろん、夏の強い日差しはじりじり。じりじり。肌が焼ける感じだ。湿気が多くて不快なのはムシムシ。ムシムシ。梅雨のまとわりつく感じ。で、冬。ひんやりは心地いい冷たさ。ひんやり。夏に言うと気持ちいいやつ。寒くて震えるのはガタガタ、ブルブル。ブルブル。体が勝手に動くやつ。暑さ寒さも全部音で乗りこなせる。気持ちが晴れない時の言葉ってありますか？あるよ、もやもや。胸の中がすっきりしない感じ。もやもや。霧がかかってるみたいな。うまい例え。逆に悩みが解けたらすっきり。もやもやからすっきりへ。気持ちいい流れ。あと、くよくよは小さいことをずっと気にする。くよくよ。僕、夜になるとこれになりがち。わかる。でもね、くよくよしないって励ましにも使えるの。オノマトペで励ませるのか。そう。気持ちにぴったり寄り添えるのが強みなの。物の動きも面白いよ。丸いものが転がるのはコロコロ。コロコロ。ボールとか子犬とか。そう、意見がコロコロ変わるみたいに人にも使う。それ、ちょっと悪口っぽい。その通り。で、水が垂れるのはポトポト。ポトポト。蛇口がちゃんと閉まってない時の音だ。それそれ。重いものが勢いよく落ちるのはドサ。どさっ。荷物をどさっと置く。重さが音に出てる。そう。軽いものがパラパラ落ちるのとは全然違うでしょ。パラパラは軽い。どさうは重い。重さが一聞きでわかる。そう。音の重さと物の重さがぴったり重なってるの。そういえば、風邪の症状ってオノマトペで言えますか？これこそ実用。熱で頭が働かないのはぼーっとする。ぼーっと。頭にもやがかかった感じだ。
そう、寒気で体が震えるのは、ゾクゾク。ゾクゾク。これ怖い話でも使いますよね。鋭い。寒さでもゾクッとするスリルでも使える。便利な一語。鼻水が出るときはグスグスですか？そう。鼻をぐすぐす。喉が痛くて意外が。声はガラガラ。ガラガラ声。これ病院で言えたら本当に助かる。でしょ？症状を音で伝えられると診察が一気にスムーズになる。オノマトペ。まさかの実用語学だ。見るにもいっぱいあるよ。じっと見るのはさっきのじっと。ジロジロはどうですか？なんか失礼な感じ。その感覚、正しい。じろじろは無遠慮にじっくり見る。ジロジロ見られると落ち着かないですよね。うん。逆に、チラチラは何度もちょっとずつ見る。気になる人をチラチラ。わかる気がする。キョロキョロは当たりをせわしなく見回す。キョロキョロ。初めての場所での僕だ。同じ見るでも態度も気持ちも全部違うでしょ？目つきが音で見えるみたいだ。だんだん変わる感じも言葉がありますか？あるよ。ゆっくり少しずつなのは。じわじわ。じわじわ。人気がじわじわ出てきた。とか。うまい。逆に、勢いよくぐんぐんなのは、ぐんぐん。ぐんぐん。子供がぐんぐん背が伸びる。みたいな。そう。物事が滑らかに進むのは、すいすい。すいすい。仕事がすいすい片付くと最高ですね。ねえ、スピードや勢いまで音でちゃんと描き分けられる。じわじわ。ぐんぐん。すいすい。進み方の3段階だ。そう。これだけで話にぐっと立体感が出るよ。ここで、ちょっと仕組みの話。語尾の形で漢字が変わるの。繰り返すのとで終わるの。ありますよね。そう。キラキラは続いてる感じ。嫌うは一瞬。繰り返すとずっと。とだと1回だけ。うん。さっと取る。と、さらさら流れる。動きの長さが違う。さっとはもう速さが音に出てる。そこに気づけたらもう初心者じゃないよ。さっき出たバッチリとかぴったりはそれは副詞っぽく使うやつ。ぴったりはちょうど合う。サイズがぴったり、予定がぴったり。便利だな。ばっちりは準備や出来が完璧な時。テストばっちり。うっかりもその仲間ですか？うっかりはつい不注意でやっちゃう感じ。うっかり忘れた。うっかり、がっかり、バッチリ。韻を踏んでて楽しい。ね、リズムがいいから口が覚えてくれる。最後、一番知りたいやつ。ふわふわとふんわり。したね。ふわふわは軽くてずっと浮いてる感じ。ふんわりはうん。ふんわりは一回ふわっと優しく包む感じ。香りとか布団。ふんわりした香りって言うけど、ふわふわした香りとは言わない。そこを気づけたのすごい。ネイティブ感覚にぐっと近づいた。意味より感覚。先輩が最初に言ってた意味、やっとわかった。でしょ？今日ちゃんと体に入ったね。ここで早押しでおさらいしよう。一言で答えてね。深く眠る。ぐっすり。お腹が空いた。ペコペコ。緊張する。ドキドキ。楽しみ。ワクワク。もう疲れた。へへと。落ち着かない。そわそわ。雨が降り始め。ポツポツ。土砂降り。ザーザ誰もいなくて静か。ー。シーン。全部正解。すごい。もう口が覚えてる。不思議。考える前に口が動いた。それが感覚で覚えたってこと？じゃあ仕上げ。今朝の君をオノマトペで実況してみて。朝、目覚ましでハッと起きた。おお、いきなりハッと。でも、頭はまだフラフラ。うんうん、わかる。顔を洗って、ちょっとすっきり。いいね。パンをもぐもぐ食べて、もぐもぐね。駅までテクテク。うん。電車でうとうと。ああ、寝ちゃった。で、会社の前で急にドキドキ。実況、完璧。一日が全部見えた。オノマトペだけで一日が語れた。
それが気持ちの実況中継。今日の主役だね。ここまでの紛らわしいペア、まとめて確認しよう。ふわふわとふんわり。続くか、一回か。完璧。キラキラとギラギラは読点がつくと優しい光がきつい光に変わる。その通り。ニコニコとニヤニヤはニコニコはいい笑顔。ニヤニヤは含みのある笑い。すごい。グーグーとペコペコはグーグーは実際の音。ペコペコは空腹の様子。つまり、擬音語と擬態語、最初の話にちゃんと戻ってきた。全部つながってたんですね。じゃあ、今日のキーフレーズ、整理してみようか。オノマトペは、気持ちの実況中継。気持ちの実況中継。頭の中の様子を音でそのまま中継してるの。だから辞書の意味だけじゃ足りないのか。そう。もう一回言うね。オノマトペは、気持ちの実況中継。使う時のコツってありますか？まず、強さと長さ。強いか弱いか、続くか一瞬か。ザーザーとポツポツ。しとしと。強さの違い。次に、濁点。キラキラとギラギラ。優しさが消えるでしょ？強さ、長さ、濁点。この3つでかなり読めますね。そう、音の強さと長さをしっかり意識すればいい。そう。意味を丸暗記よりずっと応用が効く。意味の暗記にうんざりしてたけど、これなら続けられそう。そう。焦らず、じっくり耳を育てていこう。おすすめの練習って何かありますか？好きなアニメやドラマでオノマトペが出たら真似してみて。場面と音をセットで覚えるんですね。そう。その場面の気持ちごと体に入れるのが一番の近道。じゃあ練習、クイズいくよ。深く眠るのはぐっすりそれともうとうと考えてみてください。 ?3、2、1。ぐっすり。深いのはぐっすりです。正解。うとうとは半分だけ。バッチリだね。いやー、今日は本当に動いた。汗かいた。でも、体で覚えたやつは忘れにくいよ。皆さんも好きなオノマトペ、コメントで教えてください。今日使った中で、一番しっくりきたやつでもいいよ。気持ちを音で実況。今日からやってみます。ノロノロでも毎日一つずつ覚えていきます。いいね。気になった一つをじっと味わうのもおすすめ。また次回。今日も来てくれてありがとう。バイバイ。